小畑のクリエイター偉人伝。第13回目のバイキング小畑のクリエイター偉人伝。前回はファーレンハイト213株式会社代表の塩川陽介さんにゲストで来ていただきました。その塩川さんからのご紹介で豪華なゲストにお越しいただいております。それでは小畑さん、ゲストのご紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。今日はクリエイターとしても経営者としても、大先輩の、ゲストの方が来られています。株式会社ブラウニーズの取締役会長兼フェローの、亀岡真一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお越しいただきありがとうございます。それでは亀岡さん、改めてなんですが自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、株式会社ブラウニーズ、会長兼フェローの亀岡真一です。ゲーム業界に携わって35年になります。まだまだひよっこです。今日はよろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いいたします。そして進行役はですね、バイキングの広報キャラクターハロー光が務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では企画に入る前にですね、前回のゲストの塩川さんから亀岡さんに向けてメッセージを預かっておりますのでまずはそちらをご覧ください。はい、亀岡さんいつもお世話になっております塩川陽介です。今日は、亀岡さんを、ご紹介させていただいたというところで、亀岡さんにはもうゲーム業界の長い歴史の中で、いろいろと、踏まれてきた経験というのがもう誰にも代え難いものがいろいろあると思いますので、ぜひですね若手の方であったりこれからゲーム業界を目指す方に、とってのためになる話を、していただけるといいなというふうに思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。ということでした。なんかちゃんと喋ってましたね。はい、ありがとうございます。はい、彼をね迷惑系ゲームクリエイターと呼んでるんですけどねまあ付き合いは結構なるんですけど、出会いもそんないい出会いではなかったので、あんまりこんな紹介できるようなお話はないんですけども、紹介していただいたということでね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では早速企画の方に参りましょう。題して教えてください亀岡さん、名クリエイターに聞いてみたい一問一答。はい、ということで、亀岡真一さんといえば大人気ゲーム聖剣伝説シリーズやサガフロンティア、マザー3など名タイトルを手掛けてきたクリエイターさんですが、今回の一問一答では亀岡真一さんのお人柄にフォーカスをして質問していきたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。まずはご趣味は何ですか？はい、一番最近ハマってる趣味っていうのは、モルックというですねフィンランドが発祥のスポーツなんですけども、フィンランドなんですね。はい、やり始めたのは1年ぐらい前で、ちょうど京都行った時に任天堂の人にちょっとダーツバーに連れてかれて、そこでちょっとやってみようっていうことでそこからハマっちゃった。ダーツバーでやれるようなものなの？そこではちょっと仮のモルックなんで段ボール製なんですよ。はい、本当のはもう木でできてるんですよね。木なんですね。で本物の木を使ったモルックやってみたいなっていうのでこっちでちょっと買ってみて、スタッフとやってみたらすごいハマっちゃったっていうぜひちょっとモルックに誘っていただければ。ちょっと対戦相手で探してるんで、今はどんな仕事をしているんですか？4人ぐらいで今ちょっと企画というかゲーム作ってます。そうなんですか？はい、4人ぐらいでもう本当少人数でちょうどいいですね。漫画家を目指そうと考えた最初の瞬間は？多分みんな絵描くスタートは一緒だったと思うんですよね。幼稚園ぐらいでみんな描き始めたんじゃないかと。であとはそこから描き続けたか、もうすぐ違う他の楽しいこと見つけちゃったかっていうことじゃないかなって僕は思ってるんですけど、うちはそんなに裕福ではなかったので、あんまりその他に娯楽を買い与えられなかった。であるもんといえばその紙と鉛筆は常にあるんで、新聞の広告とかで裏が白いのを見つけちゃ集めて、ずっともう絵を描くことだけが唯一の趣味というか、それですね。子供の頃人生を変えられた作品は？そんなに影響を受けたっていうか人生を変えられたっていう作品は思い浮かばないかなと。はい。なぜ漫画家からゲーム業界に進もうと思ったんですか？
まあ専門学校、美術系の専門学校を卒業してすぐにちょっとまあトントン拍子でデビューすることになっちゃって、まあ、当時月刊の少年マガジンで連載とかをいきなりさせられてたんですけど、それで一回ね、やっぱり性格的に人にああだこだ言われるのがあんまりダメなんですよなんでもうすごく楽しくそれまでは描いてた漫画がすごい辛くて、で一回前の連載終わった時にちょっと休ませてくれっつって、そこからその講談社の仕事はまあ受けなくなって、ふといろんな雑誌を見るとなんか今まで思いもしなかったサラリーマン漫画っていうのがすごい流行ってきてて、まあ、サラリーマン金太郎とかね、部長島耕作とかめっちゃ読んでました。そうですよね。めっちゃ読んでました。だからあれが読んでてよく分かんなかったんですよね。専務がなんだ、常務がなんだとか、そういうことですね。そう次長ってはいはい、どこだ、どっちがどう偉いねそういうのが全く分かんなくて、ちょっと社会勉強した方がいいかなっていうのでこれがきっかけで、それが、まあ、30手前で、まあ、就職するなら30超えちゃうと難しいかなと思って、そこで一回就職しようと思ったんです。で就職先を探してる時に、まあ、僕らがその新卒で入る頃って絵なんかで就職先なんかなかったんですよね。まあ、看板屋かアニメーターかとかで正社員なんていう道はなかったのが、その時に見てたその就職雑誌みたいなのでゲームデザイナー募集があって、あ、今絵でも就職できる時代なんだで、たまたまそこに有名な天野さんの絵が載ってるゲーム会社さん、そのままその当時書いてた漫画の雑誌を一冊ポーンと、まあ、当時のスクエアですよね、で送ったらそのまま入れちゃったっていう。もう連載経験のある漫画家ってさ強いですよね。でもあの頃ってゲームの専門学校もないから会社さんもどういうルートからどういう人を、そうですね、取っていいのか分かんなかったんじゃないかなと。いやすごい。ゲーム作りで一番大事にしているものを一言で言うと、世界観っていうのはもうやっぱり構築ちゃんとしたいなっていうのはすごくありますね。僕がデザインする時って最初に靴のデザインをするんですよね。靴ですか？その世界の住んでる人たちがどういう、まあ靴はもうそんなにバリエーションでなんかいろんなの入っちゃってるとちょっと世界観が分かんなくなっちゃうので、まあデザイン要所要所違うんですけど、まあ基本的には同じような靴を履いてるっていうところはちょっとそこから構築していろいろ他のもん服のデザインしたりとか、そういう流れでやってますね。クリエイター人生で失敗から学んだ経験はどんなことですか？まあ失敗はすごいしてるんですよ。失敗すごいしてるんですけど、次でそれを生かせてないというかまた同じような失敗を。そうじゃないですかまあそんな綺麗には生かせないですけどね。なんかちゃんと資料ね、仕様をちゃんと切ってこうして次は絶対もうすんなり作れるようにしようってやるんだけど、毎回ぐちゃぐちゃになるんですよね。あれやってもうたみたいな失敗ってどんなあります？あれやってもうたっていうのはあるかな。忘れられへんわみたいな。そんなにでも大きいのもしてないのかもしれないですけどね。それはでもただデータきれいに取っときたいなとか、もうちょっとちゃんと設計して全然まともじゃないですか。作ろうって思ってんのが全然その通りいかなくて、もう最後ぐちょぐちょになってもう何も資料が残ってない。もう全然 OK ですよ。もうそんな感じですね。ちゃんとされてます。成功を収めてやったぜとなった一番の瞬間は？成功って言われるかは難しいんですけど、自分で絵の方もアートディレクションやってシナリオも考えて、音楽以外ですね、全部やる。そうディレクション全部やるっていうのをやりたいなって漫画描いてる時からずっと思ってて、でまあそれからゲーム業界入っちゃったんですけど、それで一回やりてえなと思って作ったのが、まあ、エグリアっていう作品だったんですけども、まあ、そんなに売れはしなかったんですけども、個人的に やった感はそれは重要ですね。はいはい、すごくあってエグリアですかね。新しいジャンルを作るとしたらどんな挑戦をしたいですか？ちょっと今まで作ったことないジャンルというか、僕が得ではない世界のゲームをちょっと作ってるんですけど、まさに試行錯誤毎日してプログラマーがテスト版作っちゃ違うんだよな、こうじゃないんだよなみたいな。だから嫌なディレクターに多分プログラマーからは今思われてるかもしれないですけどまあちょっと面白いですね。ちょっといろんなもう結果がもう絶対成功するっていうのがちょっと見えてないものを作るっていうのが楽しみですね。まあ世に出ることを祈っててください。いや出してください、ぜひ出してください。頑張ります。小畑慎一郎と本日話したいことはありますか？まあ僕旧スクエア出身で小畑さんカプコン出身ということなんですけども、あんまりカプコンの方とね交流はなかったんですよね。そう
僕らも何ですか、なかった仲悪かったん全然ですかね。いやもうまあ大阪と東京っていうのもいや仲いいも悪いもまあ、当時僕が勤めてたのは17年以上前なんですけど、は僕らはもうバベルノットって言われてたんですけど、その開発ビルからほとんど出たことがなくて、い、うん外の世界が全くわからないみたいな、はいはいはい他にゲーム会社ってまあ本当にあんのかなみたいな、はいファミ通見てたらあるみたいやけどみたいな、それぐらい世間知らずだったんで、その他のメーカーさんとお会いするきっかけがほぼなくて、そうですよね。今ねネットとかあるからいろんな形でセデックとかでお会いできますけど、はいはい当時そんなのもなかったんで、そうですよね。もう本当勝手な想像でしか分かんなかったです。スクエアさんってすごいとこなんやろなみたいな。確かカプコンでスト2とかの BGM 作ってた下村さんって方が転職されて、はいはいはいでそれも噂で先輩から聞いたんですけど、下村さんがなんか FF の曲が一本終わって、えアップ休暇1ヶ月取ってなんか海外旅行に行くって聞いたけど、はいはいはいいいよねとかっていうのを噂で聞いて、え1ヶ月も休めるにはすげえとかって思って、そうでしたね。そういうなんかすごいホワイトな会社っていうイメージが勝手にありました。はい、本当かどうかは知らずに。ホワイトと言えるかどうかわかんないけど、まあちょっとバブリーでしたね。ですよ。海外旅行はよく連れてってもらってたし。すごい。ではこちら以上で、亀岡さんに聞いてみたい10の質問でした。はい小畑さん、はいより深く聞いてみたいものってありましたいやか？いっぱいありますよ。漫画からゲームクリエイターへの、まあ、転職もそうなんですけど、はいそもそも漫画家になられたっていうのも僕連載持たれてたっていうのもすごいと思いますし、漫画家になるときになんか漫画とこの漫画はすげえみたいななんかあ、そういうのありましたよ。やっぱりだから影響を受けたのは、まあそういうの影響を受けると絵がガラッと変わるんですよ、ね。あー昔の漫画見てると松本零士さんチックなのや、柚木ひかるさんっていう人もよかったし、はいでも書かれてたのはヤンキー系の漫画が多かった。最終的にはもうオリジナルちょっとホールドを考えなきゃいけないので、へまあなるべくあんまり人の絵に似てないタッチを考えようっていうのはまあ高校ぐらいからですかね。で、そのヤンキー系の漫画にそれまでゲームめちゃくちゃやってたみたいな時期って全然なかったんでか？ないですすか。僕が高1ぐらいでインベーダーゲームが来たんですよ。はい。それで20歳ぐらいの時にファミコンが出たのかな。ああでもそんなにゲームはやってなかったんで、絵で仕事になるんだっていうぐらいでスクエアに応募して、ちょうどその時はスーパーファミコンになる時だったんですよね。で漫画ってすごい、一本作ったらまた漫画戻ろうと思ってたんですよ。ああそうなんですね。社会の仕組みを知ったなるほどなるほど。その課長とか分かったら議長とかそうでもその時のスクエアがもう全然マネージャーとかシニアマネージャーとかなんだか全然分かんない議長いないやみたいな。そうで社員がみんな俺より年下だったし、あ大学生ばっかだったんですよ若い。あの時、とりあえず一本作ったらすぐ漫画に戻ろうと思ってたんですけど、漫画ってすごい孤独じゃないですか。全部自分でやる、一人でやるんで。でその孤独な作業から今度は学園祭のね、チームワークですしね。そうみんなでまあ揉めたりもするけど、わー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 やって最後もやったお疲れさんっつって学園祭のノリみたいなのも結構好きなんで、あれがちょっと楽しくて。じゃあ結構水にあった。そうなんですよ。まあちょっと体育会系でもあるんでそうですね。だからあれがちょっとじゃあもう一本やってみようかなもう一本やってみようかなっていう流れで。で続いていくわけです。そうですそうですまあそんな理由ですね。それでまた会社作るまで行っちゃったっていうね。それもすごいですね。会社作るのはもう全く僕そんなこと考えてなかったんですけど、多分スクエア入った時にも今よりもっとなんて言うんでしょう、オタクな人たちばっかだったんで、あんまりコミュニケーションなかったんです。取れる人ってそんなにいなかった。シャイな人が多かったですよね。それで新入社員とか入ってきても誰も飯とか連れてったりしてなくて困った顔して新入社員がいたりするから、そういうのを僕結構連れてってたんですよ。でゲーム会社を作るんですよね。まあ、だから本当は作る気なかったんですよ。いやーそれがまたすでごいな。そうとりあえずまああんまりポリゴンに魅力を感じられなかったから、はい任天堂から出ると言われてたゲームボーイアドバンスというね、はい。あれをやりたいな、カラーのゲームボーイが楽しそうだなと思って、そうやってでそこに行こうと思ったらなんか何人かちょっと社内の人間に言ったら「あ俺もやりたいっす」っていう人からついて結構きちゃって、チャレンジャーですね皆さん。でも頃のスクエアはね野心家だらけだったんで、そうなんですか。結構頃多分独立してる人多いんですよ。独立するときに会社、スクエアさんもいいよじゃあ頑張ってみたいな感じなんですか。そんなわけないじゃないですか。ここ当時面白そうな人集めるのにそんな大変だった会社さんがそんな簡単に
なんか今ねそう考えるとすごいですよね、ゲーム業界の人の流れの軽さというか。いやすごいですよすぐ辞めて、まあすぐゲーム会社入れて。特にこの 5,6 年間は、うんそう中華系も結構入ってきたじゃないですか、はいはいはいいろんな影響を与えてたんで、余計ですよね。ねえ、いいですね。この辺の話もっと深くしたいですよね。はいまたどうしたらいいおですか酒そういったところでですね、やっぱスクエアさんに入社した後の話などもここから、はい掘り下げていきたいと思います。お願いします。ではここからですね、クリエイターヒストリーとして亀岡さんのクリエイターとして歩んできた人生にフォーカスしていきます。はいはい。株式会社スクエアに入社後、企業へと歩みを進めた1992年から2000年までのヒストリーについて伺っていきましょう。はい。はい、まず最初にですね、新規一転スクエアに入社した中で、スクエア時代で関わった作品の中で一番思い入れが深い作品ってどれですか？まあ最後にやった聖剣伝説のレジェンド・オブ・マナーっていうタイトルですね。アート部分は好きにやらせてもらったので、あれはどれぐらいの期間で作られてたんですか？あれでも2年かけてないぐらいじゃない。あーあれ一応小チームっていうのすごいで、ちょっと聖剣チームもちょっといろいろ大変な曰く付きなチームで。そうなんですか？そうなんですよ。で僕が入ったのが聖剣2でその後まあ売れたんで3作るってことになって3を作ったんですけど、スーパーファミコンのスペックではできないようなことをやってしまってたので、もうバグは取れないわなんだね、ちょっといろんな人に迷惑をかけたんですけど社内はもちろんなんですけど、で一回ちょっと聖剣チーム解散するからで解散させられて、でその間にまあ佐賀チームをちょっと手伝って、でやっぱ佐賀作ってる間に聖剣またやりたいなっていう元のね聖剣チームの人がそういう思いが出て始めて、じゃあもう一回やってみようかって言って、まあ小チームならいいよっていうので集まったのがそのレジェンド・オブ・マナーのチームだったんですよね。その時のそういう開発していいよとかっていう決裁権があるのって坂口さんとかああいう方たちやっぱりそうなんですね。やりたいのかよ。そうこんでできんだったらいいよ。そんな感じなんですか？知らないですか？直接お会いしたこと多分ないかなと思うんですけど。よく似てると定評がある。そうなんですか？まあ坂口さん。じゃあ次本物に会った時に逆に笑っちゃいそうですね。めっちゃ似てる亀岡さんみたいな。もう坂口さんでしたね。そうだから面白かったですけどね、でもあの時坂口さん対他のチームみたいなこう図ができてたんで、なるほど。何に関してもまず坂口さん当も選うとりあえず FF チームというか坂口さんを一番ライバル視というかしてて、その下のチームがみんななんとか FF を見返してなんかやろうみたいな、そういう構図なんですね。熱いですね。へよかったんですよね。面白い。そうなんですね。まあカプさんもあったでしょ？カプコンの時はちょうどそうですね、僕らが入って大きなボスがいて2人いたんですよ。岡本さんと藤原さんっていう。でこの2人がツートップで、でコンシューマーを藤原さん、アーケードを岡本さんがもう、でこの2人が同期なのかな。でもう誰も逆らえないみたいな、なんでまあアーケードでもその岡本さんの影響力がもう絶対でしたし、まあコンシューマーはもう藤原さんの影響力が絶対でしたし、その二大巨頭っていうのがすごいはっきりしてましたね。今でも覚えてるんですけど、新卒面接を受けた時に、その2人が面接官だったんですよ。ですごい若いんですよ。まだ32、3ぐらいで当時。でこう面接のこっち側で面接官としてその藤原さんと岡本さんがこうやって座ってて、よろしくお願いしますって僕は学生側でこっちにいるんですけど、すごい若いんで。でカプコンこのスト2とかでめっちゃ今イケイケやけど、別にこの人たちが大きくしたわけちゃうやんとか頭の中で勝手にそんな逆らってたんですけど、いやこの2人が大きくしたんやって後で知ってビビるんですけど、坂口さん自体はデザイナー出身なんですか？やっぱりなんか一応ねあの頃プログラマーもドット打ってたんで、まあ一応ドットは打ってましたよ。どんな感じの人なんですか？その部下から見て。スクエア時代は実は接点そんなないんですよ。辞めてからですよね。なんかスクエアのスタッフみんな仲良くなったの辞めてからですね。あるあるですね。今はいいおじさんですよ。やっぱりちょっと怖いとことかあるんですか？いや前はもうやっぱそうですか。面白い話いっぱいあるけどスーパーファミコンの時はあの頃はもう今の人たちはね分かんないと思うんですけど、ブラウン管っていうモニターなんですよ。ブラウン管っていうのは横に線が流れてる構成されてるので、色が横に流れるんですよね。縦に流れるはしないんですけど、横にちょっとハレーションって言ってこう絶対分からへんと思う。分からないので
そうそれでその色が流れちゃうっていうのも考えながら色作ってたんですよ。まあ、これ何こだわっても何言っても伝わんねえだろうなと思うんだけど大変なんですよ。でそのねテレビモニターのその後でディレクターのとこ行ってみるとモニターの設定が違うんですよ RGB とかそれで色が全然こんな色で出てますっつってどれに合わせていいんだかも分かんないでもう自分のところのモニターを信じるしかないみたいな感じでだんだんノウハウが出てきてこの色の隣にこういうのを置くとハレーションがしやすいとかこれピタッと止めたければこういう色をもうちょっと強めにした方がいいっていう色があったりでまあそこら辺はせっかくノウハウがついたのにねっていうもったいない技術ですよね。ですね。当時そのスクエア入ったの時代っていうのがちょうどスーパーファミコンにね先ほども言いましたけど移ったばっかりの時だから聞きたくてもで聞く人がいなかったんですよね。でパソコンのノウハウなんか何もないけどアクションゲーム作ったことある人がいなくてめっちゃ大変ですね。大変だったんです。キャラクターもFF サイズの 2×3 キャラっていうサイズなんですけどそれ以上の 4×4 制限は結構そのサイズが基本だったんですけどそんなの書いたことないとか言われてどんぐらいキャラ使えるかとか全然分かんなかったんで、ですね。もう失敗だらけでしたよね最初は。失敗っつうかもう分かんないんだからしょうがねえなみたいなベタベタ書いてたらあっという間に歩きのポーズでもうそれ以上なくなっちゃう。データそうですよね。持てませんってなってその頃に限らないですけどねその後もその後なりにいろいろ液晶になったら液晶になったでの失敗談はまだ容量が増えてせっかくこんだけ使えるようになっても人間は贅沢だからねどんどんもっとまあないものがね求めちゃうのでそれがいいんですよね。こんなにあの時より使えるようになったら何倍も使えるのにまた容量ねえのかよみたいなね。結構プログラマーエンジニアとかとはすごい接触する方なんですか。もっとこうどうなってんのとかもっとこうしたいんやけどみたいな。僕ですか。僕はもうあんまりそのプログラムがどうこうっていうのはそんなに勉強しないんでもう勉強したところで分かんねえからもう直接プログラマーのとこ行ってこういうのできないこういうふうにさそういうことなんですね。ここでじゃあデータ切ってさ上だけ動かして下はこっちのアニメでとかいろいろ直接行ってああだこうで言ってましたね。それはもうチームとかスクエアさんの中でも結構直接行く方ですかタイプとしては。多分あの頃みんなそうだったんじゃないかな。なんかね不思議なんだけどその初めてゲーム会社に入ってドット打つツールが、でもう一個変ななんかこんな四角い変な白黒のモニターみたいなのを渡されて、まあ、それが今のマッキントッシュ、SE30 とかなんかそれを渡されたんだけどこれ何に使うのかさっぱり分かんなくて、で結局僕らが使ってたのはメールっていう機能が初めてその Mac にあったんですよ。それでそれも社内だけしか使えないっていうので隣の席のやつとかにお昼行くとかやってたで俺何やってんだろうとかで読まれないとおメール読んだっつってなんかね何やってんだ俺らみたいな。当時社員50人ぐらいあったんですよ。でそれもメールつなげたけどつながんねえっつってそれでアップルかなんかに電話したらうちも社内もそんなに繋いだことがないので分かんないですってそんな時代でしたよね。メールのやり取りのために一個そういうハードっていうか巻き年買ったんですか。あとまあなんか雑談とか変ななんか連絡事項みたいなのはそれで使ってたのかなMac で。すごいな。なんだろうこれなんで2個も使わせられるんだろう。そうですよね。うわ贅沢。さっぱり分かんなかったです。ありがとうございます。なんかもうこういったところよくこだわっちゃうなとか凝りすぎて苦労してるなとかっていうところありましたか。まあ苦労はしてるんですけどやっぱり凝りたいところってやっぱり楽しいんですよね。その聖剣2はもう本当初めてだったんでもう公開だらけだったんですよ。容量もどんなもん使えるのか分かんなかったから、で3になって、まあ、なんとなくスペックがスーパーファミコンの分かってきたんでじゃあもっとすげえの作ってやるっつって聖剣3が出るまでってゲームのキャラクターの歩きってこういう感じだったんですけど、それがすごい嫌で聖剣ではちゃんとこういう歩きにしたいなってもうこう少ない容量を削ってちゃんとこう足を持ち上げてこういう歩きにしたのはすごい覚えてますね。熱いですね。で社内から結構うわなんか聖剣の歩きいいんだけどとか噂が聞こえてくるんですよ。だから社内のライバルがね分かりますよ。良かったんですよね。めっちゃ分かります。隣のチームとかね。そう、それはすごい分かる。あれがなんか結構切磋琢磨してこうクオリティを上げてったじゃないかなスクエアの作品の。
なんか昔の話になっちゃうけどね、昔だって僕ら昼飯とか行ってもずっとゲームの話をしてた。あれでこういうの考えたんだけどさ、新しい FF の職業でさ、そんなんダメだよとか、当時ね、確かに会社で今昼飯とか一緒に見てるとゲームの話してそうでるやついすよね。ないっすよ。なんかね、なんなんでしょうね。こういうの作りてーとかね、そういう話してるやついないですもんね。不思議だ。まあこれはレジェマナを作り終わった後で、レジェマナがそれなりな数字いったら2作らせてやるって言われてて、それなりの数字いったんですけど、ちょっと会社の方針が変わったから、ちょっと FF 体制にするからしゃあないっていう言われた、モノマネされた。でちょっと一回また政権チーム解散なーっつって、政権チームはきついな。11作ってもらうからオンラインの FF まあなんだよと思ったんですけど、でまあね、その時のまだポリゴンのこのあれが悪くてパキパキした段ボールみたいなキャラクターだったんで、全然ドットの方が綺麗なのにっていうので、まあその時にちょうど任天堂さんからゲームボーイのカラー版ゲームボーイアドバンスが出るっていう噂を聞いてたんで、そっち作りたいなと思ってたんですけど、なぜか当時のスクエアでは作れなかったんですよ。そのなぜですか、それは。それはまあネットとかで英語させてみて、スクエアエニックスさんなら作れるはずなのにその時のスクエアはちょっと作れなかったんで、これはもうちょっと作れるとこ行くしかないなって言って、まあそれが一番大きな退職の原因ですね。そう辞められる時は、そのまま理由お伝えしたんですか？言いました。そうなんですか。それでちょっとやっぱアドバンスやりたいんで、そういう感じで辞められましたけど。次回のクリエイター偉人伝は、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイキングチャンネルではゲームがもっと好きになる、そんな情報をたくさん発信していきます。